こんにちは、アリスチャンネルです。今回は不安でたまらない人たちへ。著者はジェフリー・シェウォーツ先生、カリフォルニア大学の精神医学研究教授です。強迫性障害治療の世界的権威です。この本は世界的なベストセラーになりました。はっきりと強迫性障害とは言えなくても、例えば極度の潔癖症の方は強迫性障害になりやすいそうです。もしかしたら知らないうちに強迫性障害になっているかもしれません。この強迫性障害は日常生活がうまくいかなくなったり、人付き合いも難しくなってきます。この本は強迫性障害の治療に効果がある自分でできる行動療法を紹介しています。早速見ていきましょう。誰にでもない方がいい妙な癖、習慣や振る舞いはある。誰でももっと自分をうまくコントロールできればいいのにと思う。だが、ある考えが全てを押しのけてしまい、コントロールが効かず、あなたの意志を押しつぶしてしまうとき、強い恐怖や不安を払いのけるための儀式が全てを圧倒するとき、非常に深刻な事態が起きる。それが強迫性障害である。強迫性障害の患者は、空想の中の破局を回避しようと、自己破壊的な奇妙な行動をするようになる。だが現実には、その行動と回避しようとする破局には何の関係もない。例えば、家族の誰かが死なないように、一日に何回もシャワーを浴びる。飛行機の墜落を防止するために、ある数字を必死になって避ける。強迫的な衝動に駆られると言っても、衝動的な買い物や衝動的なギャンブルと違って、強迫性障害の場合は、儀式を遂行しても何の喜びも感じられない。それどころか、儀式は極めて苦痛だ。強迫性障害が脳の生物科学的アンバランスから起こり、薬を使わずに大きな治療効果を上げられることがほぼ突き止められてきた。ここで説明する4段階自己治療方式によって脳の科学的作用を変化させられることも分かっている。それだけでなく、この方式は強迫性障害ほど深刻ではないが、厄介な強迫的習慣や行動をコントロールするのにも使える。もしあなたが極度の潔癖症だった場合、この方法は役に立つだろう。簡単に言えば、強迫性障害は、強迫観念と強迫行為という症状を持つ一生続く障害である。かつては変わった病気だと考えられていたが、実際には40人に1人がかかり、アメリカには500万人以上の患者がいると推定されている。喘息や糖尿病よりも発症率は高い。強迫性障害が深刻になると、人生がめちゃくちゃになるだけでなく、その人を愛する人たちも大変な被害を被る。洗ったり、掃除したり、数えたり、確認したりという反復行動に取り憑かれると、仕事に差し障るし、結婚生活もうまくいかず、人付き合いも難しくなる。強迫観念に取り憑かれた者は落ち込んで不安になる。普通の嫌な思いとは違って、強迫観念は薄れないどころか、あなたの意志に反して繰り返ししつこく襲ってくる。たまらなく厭わしいものだ。ここで、あなたは強迫性障害か簡単に診断してみましょう。今から挙げる12の項目が当てはまるか数えてみてください。動物や汚れたものに近づきすぎたと思ったとき、手を洗いますか？テーブルクロスや敷物がきちんとしてないと思ったとき、敷き直しますか？ある言葉やイメージが頭から離れず、他のことが手につかない日がありますか？すでに終わった仕事のことを一日に何度も考えることがありますか？パートナーがあなたに知られたくないことをしているのではないかと気になってならないことがありますか？自分を傷つけたいとか自殺したいと考えている自分に気づいて意識して打ち消そうとすることがありますか？バスやタクシーなど公共の場所の座席がきれいか座る前に確かめますか？家を出るとき、すべてがきちんとしているか確かめずにはいられませんか？
服を着るとき、どうやって着るかを頭の中で考えますか？本や雑誌、書類の端が折れていないか確かめて、折れているとすぐに直しますか？自分が病気になるのではないか、精神を病むのではないか、とよく思いますか？誰も触っていなくても、デスクなどのものを並べ直しますか？ここで、はいの数が1つか2つなら、強迫性障害とは言えないでしょう。3から6までなら、あなたは強迫性障害になっていると言えます。7つ以上なら、かなり深刻な強迫性障害だと言えます。これから紹介する自分でできる4段階治療法を試してみてはいかがでしょうか。あなたに強迫観念や強迫行為があるなら、治療法が大きく進歩したと聞いてほっとするだろう。この20年間、行動療法が強迫性障害の治療に非常に効果があることが分かってきたのだ。中でも自分でできる行動療法という考え方が生まれたのは大きかった。ここではどうすれば自分のセラピストになれるかを説明する。強迫性障害について基本的なことを学んで、治療できる病気であることを知れば、強迫衝動を克服して対処できるようになる。この方法の基本は、強迫観念や強迫衝動の正体を知って、この障害が引き起こす恐怖や不安をコントロールする方法を身につけることだ。恐怖をコントロールできるようになると、強迫障害の症状に対応する行動もコントロールできる。生物学的な知識と自覚的な認知を武器に、この方法を実践していく。基本的な戦略は次の4段階にまとめられる。第1段階、ラベルを貼り替える。第2段階、原因を見直す。第3段階、関心の焦点を移す。第4段階、価値を見直す。この4段階の方法を毎日実行することが目標である。第1段階、ラベルを貼り替える。大事な第1段階は、強迫観念と強迫衝動の正体を知ることだ。うるさくつきまとってあなたを苦しめているのは、強迫観念、強迫衝動だということを徹底的に理解する努力が必要だ。そのために、そうした観念や衝動が強迫性障害の症状だということを自覚的に認識することが重要である。この自覚的な認識とは、深くて正確な、はっきりと目的を意識した努力によってのみ達成されるものである。今この考えは強迫観念だ。この衝動は強迫衝動だ。と頭の中で強く意識しなければならない。生物学的に引き起こされて強引にあなたの意識に侵入してくる観念や衝動をコントロールする努力が必要なのである。何が本物で何が強迫障害の症状なのかを見分け、病的な衝動が薄れるまでじっと我慢するのである。この第一段階の目標は、しつこくつきまとう観念や衝動に、強迫観念、強迫衝動というラベルを貼ることだ。強迫観念、強迫衝動という名称で考えることから始めよう。例えば、私は手が汚いと思っているのではない。手が汚いという強迫観念に駆られているだけだと考えるように自分を訓練する。しつこくつきまとう観念や衝動は強迫障害の症状であると認識することを学ぶのだ。強迫的な気分の正体をはっきりと意識すれば、それが間違った警報で現実とは何の関係もないのだとわかる。科学的研究によってこうした衝動はあなたの脳の生物科学的なアンバランスから生じることが分かってきた。相手を強迫観念、強迫衝動とはっきり名指しすれば、そんなものは脳が送る間違ったメッセージに過ぎず、中身はないのだと分かってくる。また、ラベルを貼り替えただけでは、強迫観念も強迫衝動も消えてはくれないことを忘れてはならない。それどころか、観念や衝動を振り払おうと努力するのは最悪だ。これは自分ではコントロールしようのない生物学的な反応なのだから消えるわけがない。できるのは
それに対してどう行動するかという反応の方をコントロールすることである。ラベルを貼り替えれば、強迫観念や強迫衝動がどれほど本物らしく思えようと、間違ったメッセージに過ぎないことが理解できる。最新の研究によって、この行動療法で強迫障害に抵抗していると、障害の症状を引き起こす生物科学的作用に変化が起こることが分かっている。だが、強迫性障害の原因となる生物科学的作用に変化を起こさせ、衝動を緩和するには何週間、何ヶ月もかかることを忘れてはならない。努力と忍耐が必要だ。強迫観念や強迫衝動をすぐに追い払いたいと努力してもうまくいかないから、苛立ちと不満、ストレスが溜まってやる気がなくなるだけだ。しかも症状はますます悪化する。行動療法で一番大事なのは、強迫的な考えや衝動にどう対応するかは自分で決められる。自分の行動は自分でコントロールできるということだ。目標は自分の対応をコントロールすることで、強迫観念や衝動そのものをコントロールすることではない。第2段階、原因を見直す。この段階の目標は、強迫観念や衝動が脳のアンバランスから生じるという強迫障害の本当の原因を知ることだ。これは強迫性障害という病気だという認識。それがこの障害の症状には中身がなく、見かけとは違うことを理解する第一歩である。強迫性障害の症状を額面通りに受け取ってはいけない。人間の脳の奥に微情核という器官がある。世界中の科学者がこの器官を研究し、強迫性障害の患者の微情核には異常があるらしいと考えている。この微情核は車で言えばトランスミッションの役割を果たしている。トランスミッションであるこの微状態は、ある行動から別の行動へスムーズに移行させる働きをする。何かの運動をしようと決めると、邪魔になる運動や場違いの感覚はここで自動的に排除されて、意図する運動が速やかに効果的に実行される。迅速なギアの入れ替えが行われるのだ。正常な時は、このギアは楽に迅速に入れ替えられている。ところが強迫性障害の場合、この微情核に問題があって、ギアの入れ替えがうまくいかず、一つの行動にはまり込んでしまうらしい。この異常が起こると、脳の全部の活動が激しくなって、過剰なエネルギーが費やされる。溝にはまった車のようなものだ。いくらエンジンをかけても、タイヤは空回りするばかりで、前へは進めない。強迫性障害の場合も、脳の全部で過剰なエネルギーが使われる。シフトレバーが動かなくなったという感じで、何かがおかしいという感じがつきまとって消えなくなる。このギアを入れ替えなくてはならないが、強迫性障害の患者のシフトレバーは硬くて動きにくい。しかしこの行動療法を実行していけば、シフトレバーを動かせるようになる。脳の壊れたシフトレバーが治り、脳の生物化学作用を変化させられるのである。強迫性障害の症状の激しさ、しつこさには、医学的な原因があるのを理解すること。それが原因の見直しの段階の鍵だ。強迫性障害の症状は脳に原因があるのだと分かれば、強迫的な考えや衝動を振り払おうという無駄な試みから逃れることができる。強迫観念や衝動をすぐに振り払う方法はないが、振り回される必要はない。強迫性障害の症状を額面通りに受け取ってはならない。耳を貸してはいけない。正体は分かっているはずだ。病気のせいで脳が送ってくる間違ったメッセージに過ぎない。理解して振り回されないように努力しよう。原因の見直しができれば、儀式的な行為によって間違いないという気持ちになろうとする
虚しい努力も避けられる。間違いないと思いたいという衝動は脳のアンバランスから生じているのだから、それは無視して前進しなければならない。私ではない強迫性障害がさせるのだということを忘れないこと。強迫観念や衝動に耳を貸さなければ、いつかは脳の生物化学作用が変化して何かが間違っているという感じも薄れる。このように第一段階のラベルの張り替え、そして第二段階原因の見直しができると、強迫性障害に襲われて苦しんでいるとき、本当は何が起こっているのかが分かってくる。相手の正体を見極めて、強迫観念、強迫衝動という正確なラベルを貼ること。そして、それが強迫性障害という医学的原因から生まれた症状に過ぎないことを深く理解するために、自覚的に認識する努力をすることが大切だ。第3段階、関心の焦点を移す。さて、実際の作業が行われるのは、関心の焦点を移すという段階だ。まず、苦しみなければ成果なしということを肝に銘じておいた方がいい。この段階では自分で努力して訓練しなければならない。ギアを入れ替えるのだ。いつ別の行動に移るかという、普通なら脳の線条角が自動的にスムーズに済ませていることを、目的を定めた自覚的な努力によって達成しなければならない。この段階では関心をよそへ移し、たとえ数分でも強迫観念や衝動をかわすことを覚える。はじめの頃は強迫観念や衝動に変わる行動を具体的に決めておいた方がいいだろう。何でもいい。趣味は特におすすめだ。例えば散歩や運動、音楽鑑賞、読書、パソコンゲーム、編み物、何でもいい。強迫性障害の症状が起こったら、それに強迫観念、強迫衝動というラベルをしっかり貼り、原因を見直して強迫性障害という病気のせいだと意識する。それから選んでおいた他の活動に関心の焦点を移す。症状を額面通りに受け取るのをやめることから関心の移動を始める。これは強迫性障害の症状だ。他のことをしよう。と自分に言い聞かせよう。この第3段階の目標は、強迫性障害を障害と認識し、当面は不快な気分が続いても、それに振り回されなくなることだ。他の活動によって症状をかわすことから始まる。そうすれば、症状を感じていても振り回される必要はないとわかるだろう。ロボットのように強迫観念の言う通りになるのではなく、何をするのか自分で決めるのだ。関心の焦点を移せば、意思決定権を取り戻せる。もう強迫性障害には支配されなくなる。関心の焦点を強迫観念や衝動から別の活動に移すことが何より大切だ。強迫性障害の症状が消えるのを待っていてはいけない。選んでおいた他のことをするのだ。また、強迫衝動が強すぎて脅迫行為をせずにいられないこともある。だからといって負けたと考えなくていい。覚えておこう。この4段階方式を実践して行動を変化させれば気分も変化する。ラベルの張り替えに努力してもやっぱり脅迫行為をしてしまったら、今回は脅迫衝動に圧倒されたなと認めよう。そして手を洗うのは汚いからではなく、強迫障害のせいだ。今回は強迫障害に負けたが、次はもっと頑張ろうと自分に言い聞かせよう。こうすれば脅迫行為をしたとしても行動療法になる。これはとても重要なことだ。脅迫行為に脅迫行為というラベルを貼ることは行動療法の一環で、なんだかわからず脅迫行為をするよりもずっといい。第4段階、価値を見直す。最初の3段階の目標は、
強迫障害は脳のアンバランスが原因で起こる病気だという知識を支えにして、強迫的な考えや衝動を額面通りに受け取るのをやめ、強迫行為に抵抗して、有意義な活動に関心の焦点を移すことだった。ラベルの張り替えと原因の見直しはセットで、一緒になって関心の移動に役立つと言ってもいい。この3段階がまとまると、各段階の効果を足したよりも成果は大きくなる。その結果、強迫障害に対する評価が変化する。この行動療法以前には、強迫観念や強迫衝動に価値があると考えていたが、最初の3段階の訓練をすると、そんな価値はないと感じられるようになる。強迫性障害という病気のせいなのだから、額面通りに受け取らない方がいいと思えれば、価値の見直しが行われるのだ。わかりやすく言えば、強迫観念や強迫衝動に対する価値の引き下げと言えるかもしれない。ここで2つの補助ステップが役に立つ。予想と需要だ。この2つを実践していると、価値の見直しがより進む。予想というのは、強迫観念が起こると考えて、心の準備をすることだ。待ち構えていること、不意を打たれてはいけない。需要とは、強迫観念を抱いたからといって、自分を責めてエネルギーを無駄遣いしないことだ。何が強迫観念を引き起こしているのかも、それをかわさなければいけないのも分かっている。強迫観念の内容がどんなものであれ、一日に何百回も襲ってくるかもしれない。その度に思いがけない初めてのもののように反応するのはやめよう。具体的な強迫観念を予想していれば、襲ってきた時にすぐに気づき、ラベルを貼り替えることができる。同時に積極的に価値の見直しをする。強迫観念が生じても予想したことだから、これは馬鹿げた強迫観念だ。何の意味もない。関心を払う必要はないとわかる。忘れてならないのは、強迫観念を追い払えはしないということだ。だが、それに関心を払う必要もない。次の行動に移ろう。くよくよとこだわる必要はない。前進すること。そこで、先ほどの需要が役に立つ。あなたの近所で車の盗難防止のアラームが鳴り出したと考えてみよう。明らかにあなたの車ではないが、あの忌々しいアラームが鳴り止むまで何もできないと思ってはいけない。この警報は受容して他のことをすればいい。第2段階で強迫観念は強迫性障害が引き起こすもので、脳のアンバランスのせいだということを覚えた。そしてこの受容という補助段階では、真実はもっと深く精神的なものだと気づくだろう。自分を貶めてはいけない。脳のアンバランスのせいで自分を批判しても仕方ない。強迫観念は嫌でもあること。自分のせいではないことを受け入れれば、ストレスを緩和することができる。いつも、私ではない、強迫性障害がさせている。そのことを忘れないでいよう。追い払おうとして自分をいじめてはいけない。短期的には消えることはないからだ。大事なのはラベルを貼り、次の行動へ前進することだ。